はい、こんにちは、深夜です。こんにちは。こんにちは。しやさん。誰ですか？あれ急に言いますけど。いやいや、呼ばれたんで。あ、もしかして、2時に呼ばれたんで。今回のディラン・グレイの映画の監督の浜崎さんですか？はい。おー、はじめまして。はじめまして。いやもう何回も撮ったり。10年以来じゃないですか。10年ぶりですか10年ぶりじゃなくて10年来ですよ。はい。はい。最初は何だったんですか？ディラン・グレイに関わったのは。なんだっけ、陰湿タブララさんっていう。陰湿。はいはいはい。ヨーロッパ。覚えてます？覚えてないです。じゃあそれ行ってたんですか？それ言ってました。ヨーロッパに来たんですか？行ってましたよ。わざわざ10日間、ツアーバスで生活したじゃないですか、一緒に。マジっすか？そうです。マジですか？藤枝君何してたその時？それ何年ですか？僕多分いないですね。あれはね、2006年。ドゥムスピロスペロの。2006年。いや、もう全然あるっす。それ、ウロボロスとかマロンガとか、もっと全然ある。2006年で藤枝君がローディーで入った年ですよ。もう18年前ですよ、それ。ドゥムスピロスペロの武道館の1年前か2年前ですよ。まあ結構前ですね。うん。それが初なんですね。初っすね。じゃあその時初めましてで海外ですか？一回なんか国内があって、そのまま海外だったんですけども、国内で、皆さんに挨拶して。はいはいはい。で、それが続いてたんですね。そうですね。まあ、1日2日ぐらいしかなくて、そのままもうヨーロッパ行ってくださいみたいな。で、ドキュメント DVD 作ったんですか？ああ、それが初仕事ですか？で、なんかバーかなんかでインタビュー。何も覚えてないです。ですか？いや、対策なのに。何も覚えてないです。めっちゃ対策だったのに。じゃあ海外には結構ゆかりがあるんですね。ディラン・グレイの海外には。そうです。その後、そのままアメリカも行きました。それもドキュメントですか？なってます。あと、サステインの PV も作ってますよね。それはそう僕も聞いてますね。はい。MV はそれが初ですね。はい。それが最初で最後の MV ですよね。そうっすね。それが最初で最後でした。まあまだこれからあるかもしれないです。いやでもそれ以来結構飽きました。10年ぐらい飽きました。10年ぐらい飽きましたね。ですよ。で最近結構ライブの方をお願いしてる。そうもライブもうほぼ最近全部浜崎さんですよね。ワウワウも UNEXT もそうですね。ライブ DVD もそうです。そうもう全部。パラリス。そう今度3部作も。これ結構詰まってましたねこの最近。映画とパラリスと UNEXT。1ヶ月に5本とかしてやばいっすね。映画2本で。ですよね。そう。やばいですね。結構最近はもう浜崎さんお世話になりました。お世話になってますよ。だからドラム映ってないとかの苦情は全部この人。コメントに直に来ますからね。そうなんですよね。顔が見えない。点釣り顔が見えない。この人に苦情が言ってください。で、石田さんなんで浜崎さん呼んだんですか？なんで呼んだんですか？なんで呼ばれたんですか？何ですか今日は？今日は深夜さんに呼ばれてですね。急遽映画。噂の残響の血脈。来ました。これの予告編を完成したっすか？2人で完成したらしいんですよ。予告編を。らしいって作ってるんですか？映画も浜崎さんが作ってるんですか？さっき言って。実はすごい。めちゃくちゃすごいじゃないですか。予告編だけじゃない。予告編だけだったら呼ばれないでしょ。予告編。本編違う人だってウケるですね。こんだけ語ってね。本編もだし予告編ができたんですよ。予告編ができました。ということで深夜さんちょっと確認をしていただくと。確認です。もうでも豪華ですね。監督と一緒に見れるなんて。いやもうないですよ。いやすごいですね。ありがとうございます。わざわざお越しいただいて。ありがとうございます。じゃあ見ますか。はい、見ますか。お願いします。見ます。これどうやって撮ったんですか？これドローン。持って行ってたんですか？ドローン。ガチで撮ってるんですかこれ？ガチです。素材と思ってた。僕も素材と思ってたっす。
マジっすか？らしいです。ベルリンっすか？ベルリンです。夕日朝日これ夕日ですね。すごっ。すごおおディル・アングレイ、今年行われたヨーロッパツアー最終地ベルリン。ここベルリン。ベルリンです。間違いないですね。これ間違いない嘘はないですね、この言葉に。おお三強の血脈。これ浜崎さんが考えたんですか？はい。どういうことですか？これは、もともと作る前から考えてて、タイトルどうしようかなみたいな。そう。で、はいはいはいウロボロスとウィザリング・トゥ・デスのセットリストだったんで、その楽曲、過去の楽曲を一つの言葉にどっかまとめられないかなっていうか、表現できないかなと思って。やっぱり残と響きと脈と血。全部関係ないじゃないですか、海さん。偶然血もないし。それをまず残響という言葉に表現したっていうことですね。未だにずっと過去からずっと響いてるよ。なるほど。なるほど。残響という言葉にして、血脈のように。で、そう、血脈はなんで、ファンとかと聴いてる人たちのと楽曲の関係性というか、それを関係とか絆っていう言葉じゃなくて、もっとなんか生々しいとか、命を感じる、ちょっとなんかそういう言葉にしたかったんですよね。それで残響の血脈っていう。なるほど。これ、もうメンバーの方に提案が来て、もう一発 OK でしたよ、これは。いや当事者。逆になんかあんまり多分、メンバーとかはつけなさそうな感じだと思うんですよ。逆にちょっと新鮮な感じ、ちょっとします。そうなんですね。はい。まあちょっと曲のタイトルとかとまたちょっと違うテイストじゃないですか。なんとなく雰囲気的に。めっちゃいいですよね、これ。なんか、80年代のアクション映画とか、香港映画とか、男たちのバンカーとか、スティーブン・セガールの沈黙の戦艦とか。ちょっとそういうイメージ。そういうなんか、映画好きだからこういう感じがして。なるほど、なるほど。乗ってる人に。そう、肩車とかしてるんですよね。うわ、もうみんなドイツ人ばっかり。これ、いや、それわかんないですよね。これは、結構入ってるんですよね、最前に。カメラマンの人が。現地の。はい、現地の。で、浜崎さんも入ってるんですよね。入ってました。カメラマン現地の人でやったんですね。浜崎さんと田村さんが言ってましたよね。あとは現地の人です。何人ぐらい入ってたんですか？何人だ ?7 人 ?7 人ぐらいですよね。クレジット書いてありましたもんね。じゃあ7台のカメラってことですか？7台。プラス大きいカメラは全然プラスいろいろ置いてとか360度カメラ置いてみたいな。トータル何台ぐらいですか、ざっくり。なんだ、そんなに入って 10台ぐらい。12、3、4台とかだったんじゃないですかね。小規模ぐらいじゃいや、でもすごいです。すごいですね。僕2台のカメラで編集大変な14台とかやってられないんですよ。しかもデータ量やばいですよね、白さん多分。いや、もうそうですね。ライブ1本分の10何台のカメラで。4メガぐらいになるんじゃないどういうことですか？ 4メガ。4メガってなんですか？もうぶっちゃけね、海外だからどうとかっていうのもないんですよ。海外だからどうっていうこともないらしいです。こういうメンバーのこういうインタビューが入ってますね、この映画は。ライブだけじゃなく。じゃないんですよ。インタビューまで。もうそれが結構貴重ですね。このベルリンで撮ってるんですよね。ロケーション、全部ロケーションで撮りましたね。それぞれ浜崎さん決めてロケーションも。浜崎さんがインタビューしてるんですか？そうなんですよね、実は。多分浜崎さんの声はそんなに乗ってないですけど、実は浜崎さんが全部受け答えというか、してるという。受け答え受け答え。メンバーと話してる。で、田村さんが撮っててみたいな感じですね。そうですね。これもうドローンですか？ドローンですね。すごい。こう言ってもディラングレっていうか。うわ、これが噂の。そうです。360度カメラ。これすごいっすよね。これを、棒につけて。360度カメラに棒をつけて、振り回すんですよ。はいはい。僕もなんか360度カメラ気になってて買おうとしてたんですよね。そうなんですね。使うんですか？ YouTube いや、わかんないけど、なんかおもろそうだなと思って。
で、まあ、プラグイン入れれば、プレミア上でウィンウィンできるんで、すごっ。でこれをやったり。結構これありましたね、この。ここと、あと、この後ろ、FOH っていうんですか、照明卓とかある、あそこにも固定に置いて、360度カメラは、この映画2台使ってるということは、720度。よくわかんないですけど。これ確かにちょっと効果的に結構印象残ってますね、この360度カメラ。やっぱクレーン入れられなかったんで。ああ、そっかそっか、そういうなんかこう、苦肉の策じゃないんだけど、なんかこう、もうちょっと面白くできないかなっていう映像的に、でっかいスクリーンで見るから。はいはいはい。ちょっと上からの感じとかの。会場感っていうか、のを出したかったっていうことですね。じゃあ行きますか。僕もう常にいつ死んでもいいなっていう人生を歩もうと思ってるんで。おー、やば、響いた。いや自分じゃないですか。名言ですよ。いつ死んでもいいねみたいな感じでしたね。そうですね。おー。深夜さんのロケーションどんな感じでしたっけ？僕多分いなかったんですよね。あ、どこだなんかちょっと、なんか川沿い行きましたね。と、あとベルリン大聖堂の横にある博物館の、なんかこう外通路みたいな。外通路みたいなのありましたよね。そこでインタビューとイメージ映像も撮りましたよね。そうですね。もう風が強くて。そう。もうやめようかと思います。石屋さん風 NG なんで。風 NG なんです。そう。でもすごく綺麗な、なんだろう、イメージカット撮れましたよね。そうですね。多分ウィザー出してディラン・グレーは終わると思ってた。ディラン・グレーが終わるまあそういうちょっと興味深い内容のインタビューもありましたね、浜崎さん。そうですね。はい。これは気になりますね。気になりますね。星屋さん見てますけど、試写会で。星屋さんらしい言葉っちゃらしいなっては思いましたけどね。ウィザー出して終わるって、ウロボロスなかったかもしれないってこと？そういうことっすね。うわ。心当たりありますか、それは。あんま覚えてない。足りないもんだらけでどうしようもないからなんとかしてやろうっていう、本当負けん気だけでやってるようなとこなんで。負けん気だけでやってたんですか？今はカオルさんやってたんですか？深夜さんですけどね、別に。やってる側は、どちらかといえば。やばい、もう半分超えてますよ、予告編。じゃあ後半戦いきますか。はい。人気があるとも1ミリも思ったことないですね。人気があるとは1ミリも思ったことない。かっこいいですね。深夜さんはどう思ってるんですか？いや、ディル・アングレイを。その通りです。その通りじゃないですか。ブレイクしないまま。いや。27年いってますけど。じゃあ同感ですか、今日。同感です。そのでもインタビューも結構気になりますね、浜崎さん。そうですね。まあ全員気になりますけど、もちろん。はい。京さんは一言一言が、なんかこう、キャッチーで重いというか、はい。一言で何かを伝えられる方なんで、言葉は短いんですよね。だからなんか京さんらしいというか。暴れてるアクロの丘で。これ多分違う絵です。アクロ流しますけど、多分いろんな絵が。このいう景色も日本では見られないですよね。なんていうんですか、こう、ぶつかるやつ。モッシュ。モッシュ。ああ、そうですね。ダメですからね、日本で。確かに。結構起きてましたね。はい。唯一僕が映ってるとこだ、ドラムで。残響は国境を越え共鳴する。どういうことですか？残響は国境を越え共鳴するんじゃないですか。この通りじゃないですか。さっき言ってた残響が。そうです。ね、ウィザーリングトゥデスの楽曲とウロボロスの楽曲は今でもこう鳴り響いてて
国境を越えて、もう日本を飛び出して、はい。ヨーロッパまで。映画のポスターも、国境を越え共鳴するんですよああ、ね。そうだ、確かにそうだ、そう言った、そう僕それ。そうだ。でポス、ターで予告編はね、残響はっていうのをつけて、はいはいはい。キャッチコピーにしました。おーああ、そういうことっすね。なるほどはいなるほど、なるほど。じゃあ本編はまた増えるんですか、ここから。今の方程式的にはそうですよね。そうですよね。なんとかのってなります。そうですね。どうなってるかは皆さん楽しみにしておいてくださいね、これ。このキャッチコピーが。石田さんもあと10秒しかないです。あ、やば。やばいっす。おおー。またタイトルが来たタ。イトル来ましたね。これいいっすね、このタイトル。どういう意味ですか？もうさっき、10分デジャブ、間に話デジャブですね。完全デジャブです。デジャブ多いですよね。なんかこの多いですね映画のデジャブねネタ的にも。あと9秒っす。 9秒。こっから何がある何の？タイトル。から何が、えおおあすごい、これなんか映画っぽい。映画ですよ。映画っこれなんか映画の予告編っぽい。ぽい。ちょっと待って。これ2日間しかやんないの？そっからってことですかそっからですね。 2週間2週間、2週間。 2週間、2週間。おじゃあ、監督。あ、監督、そうですね。入ってます。浜崎幸一郎。変わった読み方ですね。配給ライブビューイングジャパン。浜こっちなんですね。そうです。立つが、立つじゃない、先が立つの。先そうっすね。どっちも珍しい方じゃないですか。本当だ。こっちなんだ。さっきですかザキですか？先です。さっき、はい。浜崎あゆみさんと一緒ですね。ああ、だから九州は多いんじゃないですか？九州なんですか？鹿児島、親父が鹿児島で、だから深夜さんのお父さんの田舎と、うちの親父の田舎一緒だった。なんで知ってるんですか？怖っ。いや、違う。それ楽屋で話したんですよ。怖い。いつの楽屋ですか？怖っ。それこそ、めっちゃ前。グールの時。もう10年ぐらい前。 10年ぐらい前で、深夜さん鹿児島どこなんですかって、アクネですって言うから、えって、俺もうアクネなんですよ。アクネなんですか？アクネです。えで、なんかやっぱ縁がある、何かと縁があるバンドだなってずっと思ってて、それで。アクネってなかなかないじゃないですか。そうですね。まあ本人1ミリも覚えてなかったですけどね。私も覚えてない。怖っとか言ってましたけど。怖っ。アクネなんです。アクネで生まれて。僕はアクネで生まれてないですけど、僕は東京で生まれたんですけどね。東京生まれ、東京育ちですか？はい、シティボーイです。どこですか？赤羽ですけど。赤羽いいじゃない白髪とそんな変わんない。なんで知ってるんですか？平方怖っ。それはみんな知ってるじゃないですか。多分。じゃあさん、あと5秒っす。 5秒で何があるんだろう。あと、これ。なんか、どんでん返しがあるかな。ラスト5秒で。おムビチケ、前売り券発売中。これが、多分、なんかライブの会場でも売ってましたよね。多分。前回のそのサイコネクトの。はいすごい、おかげさまですごい売れたというのは聞いてますね。僕、ムビチケってちょっとよくわかんないんですよね。じゃあさん映画見ないですもんね。はい。どんな映画にもあるんですか、ムビチケって。僕も一回買ったことあるぐらいなんで、あんま分かってないです。なんか前売り券らしいです、でも。言うたら。前売り券で、後で、その行く日とかを決めれるっていう。で、このチケットがちょっとこう特殊で、こうデザインになってるから思い出になるみたいな感じなんですかね、多分。はいはい。前売り券で、まあ早めに買うと、はい、これがこう写真とかついたやつで、チケットがもらえるみたいな。ちょっとムビチケ興味出てきましたね。この後の動画につなげようとして、動画の案の1個の。ムビチケ。で、あと2秒。 2秒で何があるんだろう。はい、終わりました。うわおー。もう、本編見た以上の、あれですね。いや、これで燃え尽きてどうするんですか？満足感高いですか？もう、どっと疲れましたね。予告だけで。 1分で。
1分でこんな詰まってて2時間でどんだけ詰まってるねんっていう話ですよ。かける2ですからね。そうなんですよね。あ、4時間分。そうっす4時間。うわ、耐えれるかな。まあこの前見ましたけどね。なんとか。藤田君は寝てましたからね。いや、寝てない本当です。かはい寝てないですよ。これはどういう風に流れるんですかね。もういつ流れるんだろう。もうちょいかな。そっか、劇場でも流れるんですね。映画見る前のそう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 。一個にこれ流れるんですね。え、すっげえ他の作品の前にってことですよね。カメラの人間で。映画の方が映画の方が出るわけですよ。マジっすか？出るんですよ。すごい出てからすげえ。いいっすね。皆さんもぜひこの予告を見に劇場に見に行ってください。いや、本編ですけどね。本編が本当は見てほしいですけど、まあ予告編も見てほしいですね。映画よく見る人だったら見るかもしれないですね。もしかしたらそうですねはい。